おはようございます。阿部義俊です。今回は手帳の話をしようと思います。今9月の27日で、9月の、末でもうすぐ10月ですけど、この時期に手帳初心者がやってしまいがちなミスについて、手帳初心者の僕が、まさに今やってしまったミスについて話をしてみようと思います。今目の前に、トラベラーズノートが2冊と、ちょっと今度試してみようと思っているフランクリンプランナーという、これが邪魔だ。フランクリンプランナーという、手帳のリフィルマスターフォームパックという、で、手帳本体がちょっと今、中古で安い手帳のバインダーを買ったんで、もうすぐ届くという今状態で、これは2014年だから10年前のほぼ日手帳で、僕は手帳最近また面白くなってきたって話をしたら、奥さんは2014年にお揃いで、ほぼ日手帳に挑戦して、それから10年ちゃんと続けていて、僕は三日坊主で、脱落してしまって、で今だからまた手帳に興味出てきたんで、いろんな手帳をちょっと使い比べてみようかなって気になったんで、昔のやつをちょっと引っ張り出してきて、ここに新しいリフィルっていうか、その来年のほぼ日を入れるかどうか今ちょっと検討しているところで、もう一つこれが今回話をしようと思ってる、国用の今ちょっとテストでいろんな iPhone の取り比べやってる途中のなんで、ちょっと今記者会見みたいな状態になってますけど、これが国用のその自分ノートという、その手帳で、これはもうすでに手帳の形式になっていて、複数のリフィルがもうセットされている、そのなんていうか、もうここ今すぐ始められますよセットで、カメラ邪魔だな、限定の、このバンド付きの下敷きがついてきているという、ちょっとお得なセットで、もうこれは良かったんですけど、ですね、良かったり良くなかったりなんですけど、こいつが、この自分手帳のこのいわゆるスターターセットみたいなやつは、いくらぐらいだろうね、4000円前後ぐらいだと思うんですよ。3000円後半から4000円中盤ぐらいまでの価格のどこらかだと、ちゃんと調べてから話してた方がいいね。ちょっと待って。失礼しました。そうですね。大体いくつかのそのシリーズ、ちょっと内容のコンパクトで少なめなタイプとか、もうぎっちりいろんな種類のやつが入ってるタイプとかいろいろあるんですけど、大体3000円後半から4000円半ばぐらいまでの間のどっか、4000円前半かぐらいの間のどっかの価格帯になるわけですけど、僕はこれを2000円で買いまして、4割引きかなで、やったと思って、買ってみたわけですよ。で、即日発送だったのになぜか、その日の夜になっても発送されず、で結局、20日に25に、発送されるはずが30日と5日間伸びたんですよね。でありゃりゃと思っていたら、結局25日に届きまして、なんかしっちゃかめっちゃかなんですけど、なんだろうと思って、で開けてみたらここパッと見てもわからないけど、中を開けてみると、1月始まりなんですけど、2023年の1月始まりでいいのかな、去年のやつなんですよ。いや違うな、2025年の手帳を買いたいわけじゃないですか、もうこの時期なので。でこれは分かった、これは2023年の11月始まりっていう、つまり1年前の、手帳なわけですよ。だから4割引きなんですよ。でやっちゃったと思って、で配達日がなんか変な風にガタガタしたのは、これを買ったのはアマゾンなんだけど、いわゆるアマゾンが発送しているわけじゃなくて、別な業者がアマゾンの中に入っていて、そこの業者が販売しているやつで、購入確定してから、これは実は去年のやつだけどいいですか、
キャンセル、今すぐだったらキャンセルすることもできますっていうんで、ちょっと待ってくれてたんですよ。で、僕がその通知に気がつかなかったんで、要するにその日のうちに発送だったんだけど、その日の夜まで待って翌日の発送になって、でその翌日の発送に手続きを変えるときに、5日後に発送みたいに一回なんかちょっと手続きの間違いというか Amazon の仕組み的にそうなのかもしれないけど変わってしまって、でもう結局翌日発送なんで、その日の夕方かなに届いたみたいな形なんだと思うんですよ。でもそうだな、だから決してこの業者は悪質な業者じゃなくて、ちゃんと商品のところにも2023年11月始まりってちょっと分かりづらかったけど書いてはあって、で一応その購入後にこれは2023年です、キャンセルするんだったら少しの間だけ待ちますよっていう、連絡は来てたんですよ。でもしでもそれ気づいてたとしても、その連絡は来るんだけど、その連絡に返事をすることができない。もしかしたら発送前だったら返答することができたのかもしれないけど、返答しようとするとなんか AI チャットみたいなのが勝手に起動して、そこには項目を選ぶことしかできなくて、自分で文面を入力することとかできないんですよね。なのでキャンセルの手続きを取ることができなくて、なのでなんとももわっと煮え切らない感じで1年前の手帳が届いてしまいました。ただ僕自身は、自分手帳、どうだろうな、いろんな手帳のその使い比べとか、あるいは、前回別な動画で撮ってて、どっちが先に公開されるか分かんないけど、もう一個の動画でその手帳について、自分はだから長らくトラベラーズノートの無地のものを使ってきて、無地のリフィルだけを入れて使ってきて、で、そこに自分で、書式を作って、書き込みをしていくって形で手帳を使っていて、なので情報が全部自分から手帳に向けて、書いていくっていう、形式でやっていて、でもそうするとちょっと日常のログばかりになってしまったりとか、なんていうかな、あとちょっといたずら書きをするとか、使い方がこう狭まってきてしまって、なので、手帳の側に例えば今週の目標は何ですかとか、将来あなたはどんな人になりたいですかとか、いろいろ質問の項目があるタイプの手帳が結構あるじゃないですか。でそういうものをいろいろ試してみて、その中のなんかいい質問の出し方みたいなものを自分のその無地のトラベラーズノート、メインはやっぱりずっとトラベラーズノートでやっていこうと思ってるんで、ここに取り入れていく。だから質問の項目をこっちにメモっといて、みたいな感じで、その手帳の書式をこうなんかうまいこといいとこ取りをしようという計画だったんで、ここに去年のやつだけど、今年のやつでも多分そんなにもしかしたら試してハマったらこっちにがっつり書くことになるかもしれなかったけど、そういう予定ではなかったんで、とりあえずこいつもだから自分手帳なんで、自分に関する個人的な考え方とかデータとか、そういうものをびっしりと記入していって、自分の将来どんなことをするか、何になりたいのかみたいなことを決定していくっていうタイプの手帳なんで、ちょっとその書式の部分をちょっとレビューする意味でもちょっといいかな、逆にだから2000円で買えたんで良かったかなとは思ってます。限定のねバンドもついてきたしという前向きに解釈してますけど、でこのフランクリンプランナーは何度か自分も名前は有名じゃないですか。フランクリンプランナーって多分手帳好きな人は名前は絶対聞いたことあると思うんですけど、なんかこのリフィルの形が特殊で普通のやつになんかぴったり収まらないみたいな話をちょっと聞いたりとか、やや値段が高め、リフィルの値段が高めだったりとかして、敷居が高いというかなかなか手の出ない、手帳のジャンルだったんですけど、さっきちょっと話も出たアップル信者1億人創出計画さんという僕が割とよく見ている YouTube チャンネルの、方が文具に関するセカンドチャンネルを作られていて、そこの中で、このフランクリンプランナーが良いというか、自分その人が使ってるって話をしていて、説明が非常に分かりやすくて、これもだからちょうど今自分が思っている、手帳の側から自分に質問を投げてくれるようなタイプの手帳みたいなんで、これはちょっとある程度本格的にやってみようと思って、で、今そのバインダーとこのマスターフォームパックって多分、お試し版というか入門版というか、を買ってみました。これ今からちょっとやってみようと。今日手帳バインダーが届くんで、そしたらこれ閉じて、使い始めてみようかなと思ってます。でそれとは別に奥さんはほぼ日派なんで、ほぼ日やろうよって言ってくれていて、なので
10年前の下敷きとかが綺麗な状態で残ってますけど、まあこいつもこの外のカバーだけ残して中入れ替えて使うことはできるんで、まあ、ちょっと使ってみようかなと思っています。だからどれが使いやすいのかとか、どれが自分に合うのかとか、結局だからフランクリンとかほぼ日とか、あるいはこの自分手帳を試しに使ってみて、めちゃくちゃ気に入ってこれの今年版を買う可能性もありますし、まあ、みたいなことを、あるいはだからまたトラベラーズノートにそのいろんなところで学んだ書式を、自分なりに再解釈して、トラベラーズに戻るかみたいなことを、まあ、やるために、まあ、今ちょっといろいろ実験を始めようとしているところです。で、初心者の方は僕みたいにこのうっかり去年の買わないように、こいつは正直 Amazon の書き方が微妙で、2024年で切って11月始まりで行が変わって、2023年度版って書かれてて、すっごい分かりづらいじゃないですか。僕1行目だけなんか見ちゃって、2024年11月始まりだと思ったんだけど、2024年11月に始まるんなら2024年の11月から2025年の10月までじゃないですか、まあ基本的には。でもそうじゃなくて、2024年の11月までかける2023年11月始まりの手帳なんですよ。なんか多分今聞いてる人も混乱すると思うけど、でもそれを2024年で切って11月始まり2023行が変わって2023年っていう書き方をしていて、意図したものじゃないのかもしれないですけど、まあどこで開業されるかがね完全にコントロールされるわけでもないんで、僕の時には間が悪くそういう表示のされ方をしてしまって、あれでした。でちゃんとだから返品もしますよって話もちゃんと来てるんで、決して悪い業者さんじゃないと思うんだけど、でも僕がそこにアクセスした時にはそもそもの通知がすごい分かりづらかったし、それは Amazon のせいですけど、でその通知自体も僕の時にはじゃあキャンセルしますってキャンセルリクエストを出す方法がなくて、まあ、多分出荷が始まっちゃったからだと思うんですけど、まあだったりしたんで、同じようなだからそのミスはしまった。FP が切れた。まあ誰にでも起きるというか、皆さんもお気をつけください。こんなミスをする人はいないかな。でも意外とほら昔は2024年、例えばその年度の1月始まりとか、まあ、4月始まりとか、あるいは9月始まりとか、なんかそんなようなもんだったじゃないですか。今は11月始まりとか12月始まりとか、各メーカーによってすごくなんかいろんな種類が、あれは何でしょうね。例えば11月ぐらいにとか10月になっちゃってから9月始まりの手帳を買うと損するからって思って、じゃあ来年の1月まで待とうみたいな感じで待たれちゃったりするから、そういう感じでなんかどう言えばいいのかな、いろんな種類の、だから9月始まりを大量に作るよりも9月始まりと11月始まりと12月始まりみたいな感じに3つに分けてそれぞれちょっとずつ変えて作った方が販売機会を損失しないってことなのかな。だけど作るの大変ですよね。なんだろうな、あるいは逆にね、どの月からでも始められるみたいな書式にしちゃえばいいのにって思うけど、でもそれも違うんでしょうね。だからこの質問してくるタイプの手帳はきっとそのページの何月何日にこの格言を繰り出してくるみたいなあれが決まってるから、何月でもいいですよリフィルにすることはできないんでしょうね。そういうことを考えるとアナログの手帳の難しいとこですよね。デジタルの手帳っていうかデジタルのスケジュール帳だったらそんなこと何も起きないですからね。そのあたりが不便なとこでもあり面白いとこでもあると思うんですよ。なんか何月何日に厳選された質問とかことわざとか、なんかアドバイスとかを手帳の中に書き込んでいて、その文言とその使用者が出会うっていう、仕掛けが手帳の中に入ってるっていうのはなんか面白いなと思って。ちょっと試してみようと思います。なんかこのあたりの面白さに気づけてたら10年前に多分僕はほぼ日をこれ使い続けたと思うんですよね。
でほぼ日も今見返してみたらここに10年前の絵日記とかが載っていて、例えばだから2014年2月11日に僕はシグマのカメラ好きなんですけど、シグマの DP クワトロっていうこのちょっと変わった形のカメラが、発売になって、あともうDP クワトロに夢中すぎてあと何があったか思い出せんって書いてある。あと iPad mini レティナが来た。iPad mini を買ったり iPad mini なんかあんま買った記憶ないけど買ってるわみたいなことがあったりとか、この10年前なんで、その上の子が今12歳だけど、この頃はだからまだ2歳か3歳になってないぐらいの頃で、この頃に今までそのフォークをこういう風にして持って、って食べてたのに、急に箸をシュッて持ったんですよ。で、箸を急に持ったらどうしたんだみたいなので、箸もだから使ってはいたけど、だからやっぱ今みたいにこういうふうに持っちゃったりとか、箸にこうなんか指をこう通すサポーターがついてるような箸とかを、使ってるけど結局うまく使えないみたいな状態だったんですよ。それがなんか普通に箸をピュッと使ってびっくりしたみたいなことが書いてあったりとか、なんかね日記面白いですね。なんか10年経ってみたら懐かしいやら面白いやらでそんなのがちょっと出てきたんで、日記はちゃんとつけないとなと思ったりしました。まあそんなちょっと雑談になっちゃいましたけど、今この時期に来年の手帳を探している方は「おい安くなってる」とか「半額じゃん」みたいなのにつられて去年の手帳をうっかり買わないように気をつけた方がいいです。そんなにたくさんはないですけどね。てなことでした。ありがとうございました。ではでは。